チェケラド・デュジョンです。今回ね、世界選手権予選で行われた、とっても派手なね、新テクニックをね、紹介しようかなと思います。この前ね、大会の方配信したんですけども、日本クランだけ見たよとか、まだ見れてないよとか、やっぱりね、大会の配信ってね、時間も長くなってしまうので、何試合もやるので、全部見れてない方も多いんじゃないかなというところで、海外クランまでね、見るモチベーションも少ない方もね、いるかもしれませんので、今回は紹介していきたいと思います。なんですけどね、この方、シンセっていう方のね、テクニックなんですけど、今度ね、ナビに加入することが決定しておりますので、今後ね、ナビの対戦でも見れることがあるかもしれません。そのテクニックはこちらです。なんといきなりターンホールを狙ってね、スケルトンインビジブルをかましていきます。ターンホール取った後どうすんのっていう話は一旦置いておいて、今回はね、このアタックをすべて集めました。前回になってないアタックも紹介するので、もしかしたらね、失敗アタックからね、学べることもあるかもしれません。紹介していきます。いや、これやばくない？ちょっとね、実際にね、僕もこの後やってみた動画をね、見せますので、どういうところが注意点なのかとかも一緒に合わせてやっていきましょう。というわけでね、実際にやってみようと思います。こんな感じでタウンホールプラスアルファで落としたい施設があるといいですね。今回はクランジョは遠いので、モノリストクロスボウっていうところを一緒に狙っていきます。で、呪文候補生に関しては、シンセがね、やってたのはこの構成でした。スケルトンが6枚とインビジブルが5枚、レイジが1枚とクエイクが1枚。クエイクが結構大事ですね。スケルトンとコウモリって資源系の施設に対してはね、ダメージが半減しちゃうっていうね、そういう性質があるので、クエイクの方がダメージを与える量がでかいです。普通のね、スケルトンインビジブルとね、呪文を落とす順番がね、ちょっと変わってくるんですよね。特にレイジのタイミングっていうのをかなり遅めに打ってあげます。普段のスケルトンインビジブルって結構早めにレイジポンと置いて、もうインビジブルスケルトンバーって置いていくんですけど、なぜレイジを遅めに置くかわかりますか？ 5 秒あげます。5、4、3、2、1。はい。そうなんですよね。レイジを早めに置いてしまうと、時間が結構長くなるので、最後の方レイジが切れちゃうっていうところと、スケルトンの呪文っていうね、呪文の特性上を最初にちょっとバッと出てから、だんだん数体ずつ増えて出てきますよね。で、最後になるとようやくマックスのね、スケルトンの量が出てきてっていう形になってくるので、序盤の火力よりも終盤の火力の方が高いという特徴があります。終盤の方がね、スケルトンの数が多くなるってことですね。そこでレイジが切れてしまうともったいない。当然ね、数が多い時にレイジ乗ってる方がお得ですので、レイジの呪文のタイミングっていうのを少し遅らせてあげるっていうのが大事になってきます。実際にやってみたのでちょっと見ていきましょう。はい。ウェイクインビジブルからのスケルトンを振り分けて、クロスボウとタウンホールにもね、打てるようにこんな感じで置いてますと。クロスボウ、タウンホール、モノリスの3施設を狙っていったわけですね。クロスボウとかモノリスの方はね、もうインビジブルの数も多いので、1枚しっかりかかってれば全然落とせるので、落ち着いてやればいいって感じですね。レイジの方がね、まだ残ってるのがわかりますかね？呪文を落とすタイミングっていうのがかなりレイジのタイミングを遅くしてあげたことで、最後のタウンホール殴ってる間もレイジがかかることができました。ちょっともう一回見ていきましょうか。口で聞いてもね、もう一回ちょっと見直さないとわかんないところも多いと思いますので、はい。まずはインビジブルとスケルトン、クエイクを落としていきます。はい。ここでまだレイジを置いてないって感じですね。で、ようやくここでレイジインビジブルっていう形です。インビジブルレイジでもいいかもしんない、ワンチャン。はい。モノリストクロスボウをね、壊す頃には、3発分ですかね。なので、普段のスケルトンインビジブルと変わらない量のインビジブルになってるんですけど、もう2発ね、追加でタウンホールケアに打ってあげるといいかなというところですね。はい。普段スケルトンインビジブルやったことがある人からすると、その応用というか、そんな感じでね、できると思うんですけど、なかなかちょっとタウンホール壊すってなると勇気も必要なんで、練習してからじゃないといきなり対戦時にね、いきなり組み込むっていうのはかなりリスキーな形だと思いますので、こういう形でやってみてください。今回のところね、結構ね、ポイズンターンも近いし、少しでも外すとあれだし、ダイクは今回は3つかなかかってたのは、タウンホールにかかってたのは1つだけっていうところで、このね、大工の量とかでもやっぱ難易度も変わってくると思いますので、その辺ね、無茶をしない程度に大工がそんなに固まってないようなところでやってあげるといいかなと思います。はい、というわけでね、実践編やっていきましょう。実際にね、大会で使われたアタックを合計多分4つかな、4つ紹介したいと思います。シンセがこのアタックだけで4回も攻めてるんですよ。同じ日、2日間で4回も攻めてるっていうことで、相当自分の中で流行ってる戦術、強いと判断した戦術になってますよね。さあ、まずはタウンホールをね、壊してからって形になるんですけど、合わせたユニットとしてはスーパーバーバリアンですね。どの編成もスーパーバーバリアン編成でした。当たり前なんですけど、これ、呪文をね、すでにというか、最初にね、全部使うわけなので、余ったとしても、インビジブル1枚ぐらいとかの話になってくるので、基本的には呪文がなくても成り立つ編成じゃないといけません。そう考えたときに、呪文なくても強いユニットなんだっ
って考えたら、まあ、やっぱり確かにスーパーバーバリアンっていうのね、入ってきますよね。なので、スーパーバーバリアンと合わせているような形ですね。で、必要なものとしてはやっぱゴーレムとエレクトロタイタン。この辺は結構必要かな。援軍処理をね、クランジを壊してない関係で、ポイズンもないんですよ。なので、エレクトロタイタンでケアをしていきたいというところ。はい。で、ここでウッドランチャーをかけつつトーム。基本的にはウッドランチャー採用っていうものが多かったです。シューター使ってんのも一回あったけど、基本はウッドランチャーの方がいいかな。ランチャー転がした時にね、こういう風にね、相手の援軍が出てくるところに当たるような角度で投げるといいかな。今回も少しずらして当たるように投げてますよね。まあ、これをヒーローを向かわせるように、中心に進ませるように、一緒に入れていくやり方なのか、ウッドランチャーだけ入れていくやり方なのかっていうのは意識した方がいいですね。その辺はね、スーパーバーバリアンはたくさんいるので、サイドカットはスーパーバーバリアンでね、もう簡単にできるので、もう事前の考えることは、これを流す必要があるのか、一緒に入れていく必要があるのかっていうところですね。で、リコーでも使えるしね、トムもタウンホールに合わせる必要がないっていうところで強いですね。この環境というか、今のタウンホール15ってやっぱり、ね、新レベルのヒーローがね、追加されたことで、ヒーローのレベルがね、やっぱ高いし、ヒーローを守ることの価値っていうのがめちゃめちゃ高いんですよね。まあ、なので、こういうスーパー、バーバリアン編成っていうのが、編成として成り立つような形になってるのかなと思います。まあ、余力としては若干、まあ、少なめにはなってるんですけども、一応4ヒーロー全部ギリギリですが、最後残っていきつつというところでしたね。さあ、続けての試合はストラット戦でのアタックになってます。もうこれがね、もう公式配信あるあるなんですけど、遅れてんのよ。僕らがね、対戦に入れてもらってね、観戦する形式だったら、こういうことは起こらないんですけど、公式配信だとね、こういう感じで序盤の部分が遅れて見れないっていうことも結構あったりするので悲しいですが、最初の方がアタックないような感じですが、まあ、事前にね、最初のスケルトンインビジブルパートは僕の方でも何度かやりましたし、さっきね、2本見せましたし、これから出てくるのもね、同じ形なので、まあ、その後のつなげ方を今回のリプレイは見ていってくださいという形です。まあ、今回はヒーローを入れるためにサイドカットも入れつつ、マルチ IT 対1クロスをね、2本折らなきゃいけないので、クイーンが入んなきゃいけないですね。まあ、そこを今回はやっていった形です。まあ、いい合いこれで両サイドこれ、綺麗に両サイド入りましたね。そして今回、インビジブルが1枚余ってタウンホール突破することができてましたね。ダイクがこれはタウンホールのところそんなにかかってない感じかな。中心部の方突破しつつ、キングに合わせてロイヤルチャンピオン追加。もうロイヤルチャンピオンの使い道っていうのとヒーローの使い道っていうのが、まあ、ほぼ全てです、これ。この編成の。あと兵器だね。基本はウッドランチャーを選択することになるかなと思います。ヒーローと組み合わせた時に強い兵器っていうのがやっぱウッドランチャーだからですね。陸オーデン型っていうのもあるし、ドームもね、ウッドランチャーに一緒に入れることができるし。さあこれね、クローク使ってこれ投石まで触れるようになったのがめっちゃ強かった。そこにインビジブルを合わせていく。このインビジブル残ってなかったら多分投石は残ってたような感じだと思うけど、まあどっちにしろイちゃんの余力的にはいけたかな、これ。さあ、これもシンセは余裕の全開でいいパフォーマンスですね。さあ、残り2本見ていきましょう。まあ、なかなか呪文もないというところで、今回はなんかちょっと特殊でしたね。これがね、初めてやったアタックでした。まあ、練習とかでやってたんだろうけど、この公式戦というか、そういう意味で、公の舞台でやるのは初めてのアタックだったのがこちらでした。ヒーラー2体をつけて、これはおでんですね。おでひを9時に置いて、6時の方をシューターでサイドカット、そしてタウンホールの方をこういう形で取っていくと。ヒーラーと組み合わせるのもちょっと強そうですね、確かに。さあ、これはしっかりまたインビジブルが余っててるところで余裕ですね。これは上から行くのね。さあ、ゴーレムとかいろいろ出して上の方に引っ張って、まあ当然このやり方をするとね、スーパーバーバリアンの数は減ってくるんでね。あとこれ、対地マルチの方へ誘導するの結構難しそうですけどね。サイドカットも12時のところはあまりやらず。さあ、アイゴレストライカーバーバリアンで下の方、ロイヤルチャンピオンのカット入れて、これ、ロイちゃんで投石区画を狙っていくやり方にするのかな。援軍は残っているので出ていきつつ、クイーンがトームに入らない角度、さあ、フィスト使って、これはウォーデン、ちょっとどっちつかずですね。2と追うものはというような動き方になってしまっている。
これはどうなんでしょうね。どういうプラン描いてたのかわかんないけど、12時の方全くサイドカット入れてなかったんで、基本的にはそっちの方にヒーロー流れてほしいやり方だったんじゃないかなと思います。スーパーバーバリアンで投石機のターゲットを取りつつ、ロイヤルチャンピオンさしていきました。まあ援軍処理の方がね、やっぱりこうやってできないとロイちゃんにぶつかるとちょっとしんどいですね。エレクトロタイタンとかも積んでるんですけど、キング同様一緒に流れていった形ですかね。今回に関してはヒーローパートが、シンプルにルート、どういう感じなんだろう。思い描いてたちょっとプランが分かんなかったですね、正直。キング、クイーンだけ内側入ってトームみたいな合わせ方だったのかな、右から。なのが、左からクイーンが入っちゃったからって感じだったのかな。ちょっと分かりづらいアタックでしたが、面白い作りでしたよね。これも一応タウンホールの方はね、序盤しっかり失敗せずに、なんなら呪文が余って突破できてるので、残念ながらこのアタックがね、前回までは伸びなかったんですが、言うてもね、あの感じでヒーロー結構早めに解けてるんですけど、これも90数%まで伸びていきますよ。さあ94まで行きつつ、最後95エリクサータンクを拾って終了というアタックになっていきますが、ほぼもう序盤のヒーローパートで落とす予定だったと思われるね、対地マルチっていうところが残っての終了だったので、ウォーデンのね、トームの噛み合い方さえしっかりいい感じに入ってれば前回まで伸びたアタックだったかなという形でした。さあ本日ラストアタック見ていきましょう。チャスマック EA 戦。これも若干遅れてますね。何があったんだろう、そこ。クランジョも一緒にか。クランジョとタウンホールって感じなんですけど、当たり前だけど、タウンホールが先に壊れちゃうと爆破が入っちゃうんで、気をつけてほしいところなんで、気をつけてほしいとか気をつけなきゃいけないところなんですが、しっかり壊れましたね。アドバンテージとしてはでかいっすね。さあ、同じようにゴーレム展開して、スーパーバーバリアンで両サイドのカットを入れてからヒーローをぶち込んでいくと。ゴーレムも一緒に入れて、エレクトロタイタンも入れて、今回は援軍の方がね、いないんで、援軍ケアというよりはリクスケだったり、クイーンの盾として使っていくような意味合いになってきます。さあ、トームをね、温存しているような状況ですが、ウッドランチャーはここで解けていきました。タウンホールの方まで進めていきたいようなね、使い方ではなく、シンプルにダメージ入れつつっていう感じなので、ここはやっぱちょっとウォーデンのね、使い方、ヒーローパートがやっぱうまくいかないと、これ難しいですね。フィストにトーム合わせるのが一番強いので、ヒーローの合わせ方としてはね、ここでトームが合わせるとね、3軸角めっちゃ強いんですけど、やっぱり、その辺ちょっと何か工夫してあげないとうまくいかない可能性がありますね。さあ、モノリスに打たれてクイーンの方は3時の方に流れていきました。アイゴレも大事だね。呪文がないのでフリーズみたいなのを作らなきゃいけないんですけど、それを作ってくれるアイスゴレムは非常に大事ですね。さあ、ウォーデンは能力残った状況でクイーンは壁を打ち替えてしまう。合流はできない。手元にはまだアイゴレとスーパーバーバリアンとストライカーがあるところ。キングの方外周部。前にも言ったけど、スーパーバーバリアンの強いところはこういうところですね。ヒーローを使わずに処理できるのがめちゃくちゃ強いと。で、今回のトームめちゃくちゃ良くてね、クイーンにもね、ロイヤルチャンピオンにもキングにも、全ヒーローにかかるトーム打ってたので、今もクイーンが戻り続けてましたが、ちょっと耐えつつ。さあ、ロイヤルチャンピオンブーメランですが、真ん中モノリスが残っていくと。プランニング的には多分ね、これ、9時の方に流れるやり方をね、見てたと思うんですけど、1マス空いてるしね、ちょっとそっちの方には入らず、ヒーローパートとしての、ルート取りみたいなのがやっぱ大事になってくるので、その辺をちゃんと見てあげないといけないかな。でもこれも95なんですよね。取れなかったとはいえ。はい。はい、というわけでね、今回、4本のアタックと、具体的にどうやればいいのかみたいなのね、解説をやっていきましたが、いかがだったでしょうか。やっぱ難しそうって印象がね、やっぱ第一に来ちゃうんですけど、やってみるとね、意外とそんなこともなく、ただね、タウンホール壊すだけならね、練習すればできるかなって感じなんですけど、問題はその後ですね。新戦はその後がちょっと 95% 続いてましたが、タウンホール壊した後に、ここから全開を取るっていうのがやっぱ普通に難しくて、何でもかんでもタウンホール壊せば全開取れるかっていうとそうではないってところですね。やっぱウッドランチャーを今回は採用する形が多かったんですけど、兵器がうまく刺さるかどうかっていうところと、ヒーローがやっぱり伸びなきゃいけないので、区切りだね。区切りが少ない配置だと、穴気とかも少なく、ヒーローたちがね、ドカドカとか進んで、オーデンのトームと合わせてバックワードを取れるみたいなね、やり方になってきますので、
そういったところを基準に選んでいくといいのかなと思います。いかんせんね、サンプルデータが少なすぎて、この辺に関してはどういう配置が刺さるのかみたいなのはね、まだまだちょっと、パッと見の所感でしか語れないんですけど、でも基本的にはそういう流れになるかなと思います。リコデンノをつけたね、ヒーローたちがどれほど伸びるか、この辺は多分どの戦術においても大事になってくる要素の一つだと思うんですけど、今回は特にそこにかかる比重がめちゃくちゃでかいので、そこに全力を注いでくださいって感じですね。場合によってはね、ヒーラーをなんか今回もつけてるアタックとかもありましたけど、もうリコデン型の伸ばしてちょっとクイーンだけ軽めのヒーラーつけて流しておくとかそういうなんかちょっと変わったね、やり方また応用編みたいな感じで使えるかもしれないですね。おでひサイドカットとか、そういうのもいいですね。ちょっとね、難しいテクニックなんですけどね、できた時の快感だったり、ド派手さみたいなところがね、楽しいので、ぜひこのテクニック習得してクランメンバー驚かせてみてください。というわけで、こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価お願いします。さよなら。